香りが一番強いのは、この傘が松茸エッセンスつけてあげてくださいと。これね、松茸使って、焼き松茸と松茸ご飯とね、あと、松茸のフライ作っていきたいと思いますと。で、お吸い物ね、松茸のお吸い物に関しては、お吸い物の作り方という別動画で紹介しているので、興味があったらそちらも見てくださいと。はい、でね、まず最初に松茸の状態について説明しますと、これね、この傘が全く開いていない状態、この状態のものを、コロって呼びますね。傘が少し開いてきたかなという状態のものを、つぼみと呼んでいますと。傘が、しっかりと開いたものを、開きと我々は、呼んでいます。なんとなくね、この傘が開ききっていないものが、望ましいなんて話を聞いたことがあると思うんですけれど、正直ね、香りが一番強いのは、この傘が開ききった状態のものと。なんでね、つぼみの状態がいいって言われるのかというと、松茸ってね、この傘が開ききった時が、香りのピークで、ここからどんどん香りは抜けていきますと。取れてから出荷されるまでの間に傘が開いているとどんどん香りが抜けていっちゃうんですよね。香りのピークが過ぎているものよりもこれから香りのピークを迎える、このつぼみという状態のものが、良しとされていますと。松茸の状態についてはね、このぐらいでどの料理をするにしても、まずね、松茸をこの掃除しないといけないので、最初にね、下処理について説明しますと。キノコ類は何でもそうなんですけれど、この石突きと呼ばれる部分ね、これは地面から生えている部分と思っていただければ、ここがね、非常に硬いと。で、食べると食感が悪いので、まずはここをね、このように削いでいきますと。初めてだとね、どのぐらい削げばいいのかわからないと思うんですけれど、これはね、触ってみて明らかに硬い部分、そこを削いでくださいと。もしね、食べて硬かったら削りが甘かったということで、次回はね、もう少し削ってという感じで食べていただければなと。これなんか非常に分かりやすいですよね。ここの明らかに色が変わっている部分、ここが石突きなので、ここをね、きれいに削ぎ取っていきます。松茸もね、国産の松茸と、あとはね、外国産、中国産だとかね、あとちょっと遅れてカナダだとかメキシコだとかブータンだとか、いろいろな産地のね、松茸が、日本には入ってくるんですけれど、国産の松茸ってね、圧倒的に値段が高いんですよ。松茸ってね、香りを楽しむ、食材じゃないですか。この香りというのはね、松茸をこう引っこ抜いてからどんどん抜けていくものなので、輸送にね時間がかかる分、国産の松茸は、外国産の松茸に比べて香りが高いと。もう一つね、理由があって、食品のこの、輸入の法律の関係で一度ね、外国産の松茸って洗浄されてるんですよ。キノコ類というのはね、基本的には洗えば洗うほど香りが抜けていくものなので、外国産の松茸は、国産の松茸に比べて圧倒的に香りが弱い場合が多いと。国産だからといって、鮮度が落ちればどんどん香りは抜けていくものなので、例えば新鮮なね、外国産の松茸と古くなった国産の松茸を比べたら外国産の方が美味しい場合もあると。一概にね、国産だから美味しいだとか外国産だから悪いとは言い切れないと。続きまして、このね石突きが取れたら、今度ねこの辺についた、土を落としていきますと。これもね
水で、流水で洗うとどんどんね香りが逃げていってしまうので、これね濡らしたキッチンペーパーを固く絞って、それでこう丁寧に拭いてあげてくださいと。土の塊がどうしても落とせない時は若干ね水分を増やして、土をね落としてあげてくださいと。このね開きの場合はここにね砂が入り込んでいる場合があるので、ここにね入っている砂もね、丁寧に櫛かなんか使って、取ってあげてくださいと。松茸エッセンスってものがすでに世には存在していて、これはねもう松茸の香りをね科学的にね 100% 再現したものなので、松茸とね全く同じ香りがする香料が実は世には出回っていると。ごくごく稀にですけど、ものすごいね、リーズナブルな松茸コースを頼んだりするとちょっとだけね松茸が入っていて、あとはエリンギと松茸エッセンスでごまかしているお店もあったりしますと。ちょっとあまりに安すぎる松茸コースがあったら若干ね疑ってもいいのかもしれないなとは思いますかね。はい。で、こういった形でね松茸掃除ができたら料理していきますと。松茸ってね、必ずと言っていいほどこの葉っぱがついてくるんですけど、これはねヒバって言ってね、ヒノキの葉、抗菌作用があるだとか保存性が高まるだとかそういう理由もあるとは思うんですが、基本的には、飾りの意味合いが強いとされてますかね。はい、そうしたら、料理していきますと。はい、そうしましたら、一番最初ね焼き松茸作っていきますと。で焼きはねとてもシンプルではあるんですけれど、一番はね炭火で焼いてあげると香りが際立って、炭のね風味も移って美味しいかなとは思うのですが、七輪を用意するのも難しいと思いますので、今回はね、ホイル焼きを、作ろうかと思います。で、まずね、1個丸々で焼くとねどうしても時間がかかるので、半分に裂いてから焼きますと。でこれ包丁で切ってもいいんですけれど、手で切った方がね香りは立ちやすいのかなと。でねこれね、こうやって見ると分かると思うんですけれど、こういうところにね細かく穴が開いていて、この黒い点々が入っているじゃないですか。虫食いって言って、虫が松茸に入ってしまっているので、正直毒のある虫ではないので食べられはするんですけれど、虫を食べるってねちょっと抵抗があると思うので、こういった場合はね蒸し出しって言って塩水にねつけてから調理しますと。これはね、まだそこまで食べられていない方なんですけど、もっとね大きく穴が開いている松茸なんかはもう完全にねその部分切り落としちゃった方がいいのかなとは思いますんで、はい、蒸し出しの方法なんですけれど、これはねとても簡単で、水にね、塩を溶かしてここにね、松茸をつけるだけですと。どうしてもね水につけると松茸自体の香りは弱くはなるので、そこはねちょっと割り切って水につけてくださいと。当然細かくすればするほど香りも抜けてしまうので、4分の1ぐらいが食べる上での妥協点かなとは思いますね。松茸どうしても浮いてくるので、上にねざるかなんか当ててしっかりとつけてあげてくださいと。
10分から20分程度つけておけば虫は抜けているはずですと。これね、当然水につけた分香りが抜けてしまうので、今回はね焼き松茸にするのはこの1本で炊き込みご飯に回したいと思います。でね、10分経ちましたと。そうするとね、こういった感じで松茸が多少綺麗になったの分かりますかね。今回4つに裂いたんですけれど、どうしてもね虫が気になって仕方ない場合は8つだとか、もっと細かく裂いて、虫抜きしてあげてください。そしたら、改めて、焼き松茸作っていこうかと思います。でね、今回は、炭火焼きではなくホイル焼きですので、まずはねホイルを用意してくださいと。頭に、1本切り込みを入れてから、ホイルに入れてくださいと。当然ここが熱いので火の入りを良くするというのと、焼けたらねこれね手で裂きながら食べると香りが立ちやすいので、この状態でホイルに包みます。で、ここにね、酒を振るんですけれど、瓶使ってね直接振っちゃってもいいんですけれど、どうしてもねそうするとお酒にムラができるので、霧吹きかなんかにね、お酒入れてあげて、ここにね、これ裏面にも、霧吹きして塩を振ったら、ホイルを包みます。で、包み方はねこういった感じでしっかりと、密封する形で包んでくださいと。こんな感じでね3方向密封できたら、焼いていきますと。で今回はねこれ網で焼いちゃいますけど、これね網でなくても普通にオーブントースターで、焼けますんで、この焼き加減なんですけど、ふつふつとねこのなんていうんですかね、酒が蒸発する音がしてきてから、だいたい5分ぐらいねこのホイルの中で蒸らしてあげれば、火が入っていますんで、それを目安にね焼いてみてくださいと。5分経ちましたと。そうしたらね、家庭だったらね、このまま食卓に出してあげればね、ホイル焼きは何といってもこの開く瞬間のねこの香りの広がりが美味しいので、それをね、楽しんで食事してもらえればいいのではないかと思いますので、これを、手で裂いて食べると。で、もしね盛り付けるのであればね、これね、松の葉か何か敷いてあげて、松茸ね持ってあげると良いのではないかと思いますので、松茸のね添え物といえば当然ねすだちだと思うので、すだちね添えてあげて、で、お召し上がりくださいと。松茸のホイル焼きですね。で炊き込みご飯はねこの香りの強い開いているものが、ではこれね鍋底にこういった感じでねおこげが、きのこ類ってね思ってる以上に水分が多いんですよね。なんでね、天ぷらではなくフライがおすすめなのかというと、